速報です。とんでもないことになってきました。独自の取材をいたしましたので、早速速報でお伝えしたいというふうに思います。東京都知事選の情勢が影響。秋開始の給付金補助金、全国民一律10万円給付実現早まるかということで、給付金の最新の情報についてお伝えしたいと思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいている方っていうのがほとんどだと思います。で、新しい給付金、補助金の情報が出たらすぐに知りたいと思っていらっしゃる方、あるいは給付金、補助金の申請が始まったらすぐに申請してできるだけ早く給付をされたいというふうに思っている方、あるいは給付金、補助金の給付を確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金、補助金に関しての新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいておりますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録していただければと思います。新しい動画を出させていただいたときにチャンネル登録しておいていただくとすぐにご覧になっていただけるようになります。それでは早速いきたいと思います。まず何が速報かというところですね。東京都知事選の情勢がこの補助金給付金に影響するかもしれませんということです。どういった情勢になっているのか、この後すぐにお話ししたいと思います。それから秋開始の給付金補助金に関しての情報、それに関してこの東京都知事選が与える影響についてもお話したいと思います。それから全国民一律給付10万円、これまだあるかないかというのは決まってません。その実現が早まるかという内容についてもお伝えさせていただきたいというふうに思います。まず東京都知事選の情勢調査、それについてお話ししたいというふうに思います。さあ、今週の月曜日、火曜日、水曜日、何回もおそらく皆さん聞かれた言葉があると思います。東京都知事選の情勢調査の結果です。6月29から30、つまり先週の土曜、日曜で各社が電話調査しています。世論調査をする各会社がですね、この東京都知事選の情勢の結果というのを出しています。東京 MX、JNN、TBS 系ですね、あるいは東京新聞といったようなところが電話で6月29日、30日、国民に世論調査をしていると。で、その結果のことですね。大体各社このワードが並んでいるということです。東京都知事選の情勢調査の結果ということで、見出しはもう各社一律一様です。小池氏がややリード、蓮舫氏が続く、石丸伸二が激しく追うというところですね。分かりやすいようで、なんかちょっと微妙に、はっきりとしていないということで、各社に電話で取材をして聞いてみました。実際にどのような数字になってるんですか、どのような情勢ですか、東京都知事選、一体誰が今リードしていて、誰がどのぐらいの位置にいますか、具体的な数字が知りたいですということで、私の方で電話をしまして、東京 MX、JNN、東京新聞ということで、今週の頭から順々に電話していって聞いてみました。その結果、その独自のヒアリングの結果、一様に教えませんという答えでした。もちろん教えませんというふうにはおっしゃいませんけれども、具体的な数字については、メディアで出ているのが全てですと。例えば小池氏は、自民党の支持層のうち何割を確保している。あるいは蓮舫氏は、立憲民主党の支持層のうち何割を確保している。あるいは無党派層のうち何割は石丸伸二を支持している。大体そのような数字が各社出ているんですけれども、具体的に誰に投票しますかっていうことについての結果、小池氏が何%、蓮舫が何パー、石丸さんが何パーっていうところについては、一切出ていませんと。そして電話で聞いてみたところ、その具体的な数字についてはお教えすることはできませんということでした。なるほどと。そこは知りたかったのになっていうところなんですけども、なかなか教えてもらうことができませんでした。で、ちょっとこれなんか調べたんですけども、どうやら選挙の決まりの中で人気投票、いわゆるどの候補がどれぐらいの支持を得ています。例えば期日前投票とか、あるいは電話調査した結果、だいたいこれぐらいの今
位置にいます。これぐらいの支持を受けてます。何割支持を受けてますっていう具体的な数字とかについては、公表してはいけないと。人気投票の公表の禁止みたいな、そういうルールがあるらしいので、それにのっとって各社具体的な数字は出していないというふうなところでしたと。ただ、この小池氏ややリード、蓮舫氏が続く石丸伸二が激しく追うっていうところをちょっと考えると、小池氏が圧倒的に勝つみたいなことは、戦前言われたんですが、ややリードっていうふうな位置にとどまっていると。で、蓮舫が続く、石丸伸二が激しく追うという表現ですね。でなのでこれから予想できるのは、蓮舫が続くっていうぐらいに、小池さんがちょっとリードしてるっていう状況までなってきた。小池氏圧勝っていうことでは要はなくなってきたっていうのがまず一つありますと。で、それからこの蓮舫さんがじゃあ少し迫ってるってことであれば、この石丸伸二さんと蓮舫さんの位置ってどれぐらいなのかなと、差ってどれぐらいなのかなっていうことなんですけども、この電話調査以外に出口調査も行われていまして、いわゆるその事前投票ですね、期日前投票でその投票所に行った人を出口調査すると、誰に投票しましたかっていうことで聞くような出口調査っていうのをやってるところもありますけど、そのある出口調査の結果では、これ結果見たわけではないんですけども、いわゆるこの小池さん、蓮舫さん、石丸さんの中で、石丸さんの投票をしたという人の方が蓮舫さんを上回っていたというふうな結果もあったようですので、その出口調査の結果を見たというこの有名なX、ツイッターのある人がですね、その中で石丸さんの方が蓮舫さんより上回っていたようだというふうなことを書かれていたので、それから予想するに石丸さんがもしかしたら蓮舫さんを抜くような位置にもしかしたら今はいるかもしれませんと。もともと石丸さんといえば、小池さんは自民党が支持、蓮舫は立憲が支持で、石丸さんは支持政党を受け付けませんと、無所属でとにかくやりますと、政党に縛られないでやりますということで立候補して、もともと泡沫候補っていうふうに言われたんですね。つまり小池 VS 蓮舫みたいな形で、石丸さんはもしかしたらあまり票を確保できないんじゃないかっていうふうに言われていたんですけれども、この石丸さんが蓮舫さんをもしかしたら抜くということになって激しく追うっていう状況なわけですよ。伸びてるわけですよね。なので小池氏がややリードしているっていう状態であれば、石丸さんが蓮舫さんを追い抜き、そしてその差がもしかして小池さんと蓮舫さんがもともと少なくなってたっていうことであれば、その石丸さんが抜いてもしかしたら都知事になってしまうっていうことも、なんかこの状況からは予想できるなと。ありえないことではないというところまで来たというところまでなんか想像できるなっていうふうなことも考えられますね。そうなると石丸さん1位、小池さん2位、蓮舫さん3位というふうな結果になる可能性もあるんじゃないかなということが分かってきました。で、もともとそうなることが都知事選の結果、情勢によってこの秋開始の給付金、補助金に対して影響があるというところについては何かというと、つまりもともと自民党、つまり小池さんのことを推している政党自民党っていうのは、もともと衆議院の補欠選挙だったりとか、あるいは首長選挙、いわゆる都知事選挙とか市長選挙とか、そういうところでもう今までずっと何連敗、3連敗、4連敗、5連敗っていうふうにしてきたわけですよね。で、もう自民党本当にダメだと、選挙もできないと、解散もできないと言われていた中で、もしここでこの蓮舫、立憲民主党の蓮舫よりも上の位置、石丸伸二さんが都知事になるかもしれません。あるいは小池さんが再選するかもしれません。いずれにしても蓮舫氏よりも上の位置で、都知事選を終えると、都知事選の結果がそのように出た場合は、ほらねと、やっぱり自民党はもうずっと負け続けてきたけれども、これでもう本当にどこの選挙やっても勝てないというわけではないと。蓮舫よりも先着することによって自民党、立憲民主党に場合によっては勝てないこともないというふうな想像がつくということです。で、そうなることによってもしかして
解散総選挙に打って出ると、衆議院の解散総選挙に打って出るということで、この秋開始の給付金補助金、あるいはこの全国民一律10万円給付のような給付金、新しい給付金の実現が早まってくるというふうなシナリオになります。それについて詳しくご説明させていただきたいというふうに思います。NHK が出してきた世論調査、6月に出したこの、自民党あるいは立憲民主党の、この支持率ですねというところでいうと、立憲民主党あんなに自民党に連勝ということで勝ってきたにもかかわらず、世論調査支持率 9.5% と、かなり低い状況です。それに対して自民党はその倍以上、約3倍の 25.5%、世論調査の結果が出ていると。6月の世論調査で NHK は割と中庸に結果を出す、つまり、どちらかの政党に寄ったりとか、その政権与党に寄っているっていう恣意的な出し方をしない、そういった世論調査をすると、私は思いますので、その結果ですら、自民党はまだ立憲民主党の2倍以上の支持率があるということなので、もしかしたらこの東京都知事選の結果をもってしてやっぱり解散だというところに打って出る可能性があるんじゃないかなと。そうなるとこういった全国民一律給付10万円給付のような補助金、あるいは新しい給付金についての実現が早まってくるんじゃないかなというシナリオが考えられますというところが、この独自の取材、あるいはこの今東京都知事選の情勢調査、あるいはその結果によっては変わってくるということが想像できますということですね。で、秋開始の給付金補助金についておさらいです。もともと岸田首相が6月の前半、6月10日に定額減税に続く新たな給付金について検討してますと。で、新たな給付金とか減税に意欲を示したということがありました。で、その結果、6月21日に新たな物価高対策として電気代の補助、8月から3ヶ月間出しますよ。7月で1回今切れてるんですけども、8月から3ヶ月間また補助金出しますよというところだったりとか、あるいは年金受給者、あるいは低所得者に対しての支援金ということで、秋に向けて給付金の検討を与党に指示ということで、物価高の影響が大きい世帯、つまり年金受給者、低所得者への給付を検討していきますよということで指示を出しました。事実上の秋ぐらいに決まってですね、こういった年金受給者、低所得者に対して給付金が出てくるといったような形になるんじゃないかなということを思います。それに対して不公平だっていうふうな声もありますけれども、やっぱり年金受給者っていうのは結構苦しいような状況にあります。もともと年金、今年も国民年金、厚生年金ということについては少し増額されました。ただ物価がめちゃくちゃ上がっているんで、2024年というのは物価高で増額されたものの、実質目減りと、年金受給者は本当に苦しいような状況にあるということですね。で、年金受給者に対する補助金っていうのは結構、給付金っていうのは今までも結構あって、2008年、14年、19年というところでも、高齢者福祉給付金ということで3万円、1人3万円給付されたりとか、あるいは消費税増税に関して給付金が出されたりということも結構ありますと。給付金、年金受給者に対して繰り返し給付されてますと。ただこの先ほどの不公平だっていうのは、年金受給者、あるいは非課税、低所得の世帯に対しては、どんどん年々、給付金、補助金があるのに、それ以外の、課税している世帯については、コロナ禍にあった1人10万円給付といったような給付金以降は、ほとんど給付されてないじゃないかというふうな声が、こういった不公平化につながっているということですね。こういったこの秋開始の給付金、補助金については、このような内容になっています。一律で給付されるのが、補助が出るのはこの電気代というところになります。年金受給者、あるいは低所得者に対しては、秋以降ですね、に向けて、給付金の検討を与党に指示ということなので、この辺が決まってくるんではないかなということです。また決まり次第、速報させていただきたいと思います。もちろんその閣議決定したら、大体こういうのはバタバタと決まって、給付の申請の方法とかっていうのが出てきますんで、それについても決まり次第速報させていただきたいと思います。で、先ほどお話しした、東京都知事選の結果によっては、自民党が解散に踏み切るというふうな勇気がつくので、それによって新しい給付金っていうのはどういうふうに決まってくるかというところについて
お話しさせていただきたいと思います。可能性が、あるんじゃないかなということについて、お話ししますと、つまり自民党が解散をするということですね。解散に踏み切って、そしてその結果、給付金の給付が早まるといったようなシナリオです。どういったシナリオかというと、解散に踏み切るんですけど、自民党が大敗して、過半数割れしてしまって、第3党が連立入りして実現していくと。全国民10万円給付のような給付金というシナリオについてもお話しさせていただきたいと思います。全国民10万円給付するような給付金、特別定額給付金の1回目っていうのはコロナ禍にありました。全国民に対して10万円、1人10万円給付するといったような給付金のことです。で、それの2回目ぜひやってくれっていうふうな声があると。それは何でかっていうと、今コロナ禍でも苦しい状況にあるというところがあります。物価が上がって給料が上がってないということがあり、国民生活が苦しいという状況になっているから、ぜひこの2回目やってくれというふうな声がありますと。で、ただ岸田首相はこのコロナ禍のような、国難の事態じゃないとやらないというふうに言ってます。我々の国民の実感としてはコロナ禍より苦しいですよというものがあります。コロナ禍っていうのは、旅行に関するお仕事、レストランに関するお仕事、あるいは交通に関するお仕事に関しては、外出制限とかありましたんで、なかなか苦しいっていうものはあったと思いますけど、我々一般的な国民の大半が務める一般的な業種というところに関しては、そのコロナ禍よりも今のが苦しいですよ、繰り返しですけど、物価が上がって給料が上がってないという状況で国民生活が苦しいと。で、その結果、与党に対して、政権与党に対して風当たりが強くなっていると。めちゃくちゃ低い支持率になっているということですね。で、ただ、もともとこの特別定額給付金、全国民10万円給付という給付金も、もともと国民の声を受けて決定したっていうものがあります。もともと1世帯30万、しかも世帯年収が下がった世帯に関して給付しますよっていうふうに言っていたのが、国民が世論調査で、いやいや、1人10万円給付一律でやってくださいよという声を上げて、1回決めた閣議決定を組み替えて10万円給付になったというふうな経緯があります。なので、我々もこういった声を上げ続ければ、もしかしたら政府がそれを汲み取ってですね、1人10万円給付というふうな形になる可能性もあるというところですね。で、ただ今10万円給付を政策にしている政党っていうのは、国民民主党とか、あるいはれいわ新選組に限られますというところがあります。国民民主党1人10万円給付、あるいはれいわ新選組は春夏秋冬で1人10万円給付、つまり年間で40万円、四半期に1回ずつ3ヶ月に1回ずつ10万円給付しようということを政策の柱にしています。その財源もありますっていうふうに言ってるんですが、ただ野党にとどまるんで、なかなか給付されるのは難しいという状況です。で、ただこの選挙の結果によっては、自民党がもし大敗するということになれば、大逆転して給付されるというふうな可能性もありますと。あくまでこの特別定額給付金の1回目っていうのは、与党の間で検討されたと。自民党とか公明党の間で検討されて、10万円給付になったというところがあります。ただこの岸田首相は国難でないとやらないというふうに言っているので、そのなんとか選挙の結果、与党が野党が与党になる、あるいは自民党がこの第3党が連立して、つまりその第3党の意見も聞かなきゃいけないような状況になるということで、特別定額給付金の2回目のような給付金の実現が可能になっていくというところがありますと。で、岸田首相はめちゃくちゃ支持率を上げたいというふうに思ってます。なぜかというと、今もう解散とにかくできないような状況ですね。解散したらとにかく自民党大敗してしまうんで、なんとか国民の支持率を少しでも上げて解散をしたいというふうに思ってますと。で、この6月までの通常国会の中で、解散できませんでしたというところですね。で、その後もし可能性があるとすれば、この自民党総裁選の後に解散というふうに言われています。で、その自民党総裁選で総裁選後新しい総裁が選ばれて、少し支持率がもしかしたら上がるかもしれませんと。そのタイミングで解散していくにしても、もしかしたら総裁が変わっても、支持率が上がらない可能性もありますと。で、そうなると解散ができないというふうになってくるんですけども、この東京都知事選の結果、もし小池都知事が再選と、あるいは石丸伸二さんがもし知事ということになった場合でもですね、つまり立憲民主党よりも自民党の候補、自民党を推している候補、小池さんが先着してですね、その蓮舫さんよりも先着して結果終了ということになれば、そうかと、自民党が選挙しても必ず大敗する、立憲民主党よりも全然議席を得られないっていうふうなことではないなっていうふうな覚悟がつくので、この自民党総裁選をもってやっぱり解散してくるっていうふうな可能性もあるんじゃないかなと
いうふうに思います。そのためにもとにかくこの東京都知事選の結果っていうのは重要なんですけれども、いずれにしてもこの辺で解散してくるっていうことがあるので、とにかく国民の支持率を上げたいというふうに思ってますということですね。で、6月の頭の岸田内閣の最新の支持率ということでいうと、これ同じように NHK なんですけど、支持率 21% ということで、最低を更新しているということですね。ただ岸田首相は諦めていないと。で、なんでかっていうと、この特別定額給付金の1回目っていうのも、給付があるこの2020年の5月の前、4月に関しては、安倍首相もやっぱり苦しかったですね。コロナ禍、この給付があった2020年の5月っていうのは安倍首相、安倍内閣だったんですけれども、その前の4月っていうのは支持率が 23%、めちゃくちゃ低い。今の岸田首相と同じぐらいだったと。で、ただこの給付をした5月、もしこの支持率ということでいうと 38% ということで約2倍ぐらいまでなっているということですね。なので岸田首相はいろんな給付金とか補助金、あるいはこういったものの2回目、もしかしたらあるかもしれませんが、そういったものを実施することによってとにかく支持率を上げて解散するということも狙っているってことですね。なので先ほどのこの年金受給者とか、あるいは低所得者に対する支援金とかっていうのも秋にやってきますよっていうふうに表明しているのも、あくまでここを狙っていると。だから解散の時期で少しでも支持率を上げたいというところを狙っているということに他なりませんと。で、ただ国民はもう怒ってますと。めちゃくちゃ怒ってるんで、結局選挙したところで自民党を大敗するところは変わりませんと。で、その結果過半数割れして、自民党公明党で与党、過半数確保できないので第3党が入って連立を作ると。で、ただその第3党ということでいうと、立憲民主党と組むということはまずありえないですね。で、前回、ここ最近では維新と組むんじゃないかみたいなこともありましたけれども、ああいったいろんなこの、合わないっていうこともありましたんで、何でしたっけ、政治資金規正法の改正の案というところについて、一時は維新が賛成したものの、やっぱり内容について不満で裏切られたということで、後半は参議院は反対に回るといったようなこともあったりとかして、なかなか合わないというところがありますので、自民党、公明党ともし合うということになれば、国民民主党が可能性がもしかしたらあるんじゃないかなというふうに思います。自民党と政策協議したりとか、あるいは与党入りということも協議されたんで、国民民主党が選挙の結果与党に入っていくっていう可能性はもしかしたらあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、そうなると自民党、公明党がもしかして議席を減らすっていうことになれば、その党の代表をそれぞれ首相として推せないので、少し議席をもし増やすってことになれば、国民民主党の玉木代表が首相として推されて、玉木首相ということになる可能性がありますということですね。で、そうなるとこの10万円給付を政策にしている党が国民民主党なんで、そういった特別定額給付金の2回目と10万円給付の2回目ということも実現に近づいてくる可能性がありますと。で、国民民主党の政策としては10万円給付に加えて消費税減税も言ってますと。実際2023年の11月に参議院に消費税減税法案というものを出していたりとかしますと。国民民主党の本部に実際にもしこういったストーリーありえますよね、国民民主党の玉木代表首相になるっていうストーリーあると思いますが、その場合ちゃんと10万円給付消費税減税やってきますかって聞いたところ、党の基本政策は変わりませんと。細かいところ今話し合っているところだけど、当然10万円給付消費税減税の実現に向けて動いていきますというお話でしたと。なるほどと。ただ全ては衆議院選挙にかかっているということで、小選挙区制度の闇っていうものもあったりとかします。これは何かっていうと、小選挙区制度で全国津々浦々勝ってきている自由民主党、自民党がやっぱり強いっていうふうなことですね。で、自民党の議員だっても、あるいは裏金やってたとしても、各小選挙区、各地域の推しの議員、やっぱり思い入れのある議員っていうのが当選してきて、今議員をやってるっていうのが小選挙区制度なので、自民党の議員であっても裏金やってたとしても結局自民党が悪いんだしなということで、この議員は悪くないしということで、各地域のその候補っていうのはもしかしたら結局地元推しに投票されてしまって、また再選してきてしまうっていう可能性もありますと。それから与党アドバンテージっていうことでいうと、自民党がもし野党になってしまうっていうところまで想像できないんであれば、もしかしたら負けるかもしれないけど選挙は大きく議席を減らしたとしても与党のままでいるっていうふうなことであれば、じゃあもしかしたら地元の議員にはやっぱり与党の議員を当選させておきたいなっていうのがあって、自民党にまた入れてしまうっていうふうなこともあったりとかしますと。つまり裏金議員すら再選しがちっていうことがありますっていうのが小選挙区制度ですよということがあります。さあ、衆議院選挙の結果予想っていうのをしてみました。自民党は小選挙区でめちゃくちゃ議席持ってます。
比例区も合わせると合計260も持っていて、公明党と合わせるとなんと292議席も今、この衆議院の中で持っていますと。定数465なのに、300近く持っていると、与党でっていうふうな状況なんですけれども、自民党の裏金議員、あるいはそれ以外の議員も、こういった裏金議員でも再選しがち、あるいは地元押し、また当選しがち、与党アドバンテージともあったとしても、5割ぐらい裏金議員負けて、それ以外も2割ぐらいは負けるでしょうということで考えた結果、83議席減という結果で予想してみました。公明党は今回裏金全く関係ないですし、あるいはこの自民党あるいは与党から野党に票が流れるっていうことでいうと、こういった公明党のように組織票に支えられている、支持母体がある政党というのは意外と強いんじゃないかなと思ってますんで、この9議席23議席っていうのは意外とそのまま確保してくるんじゃないかなというふうに私は思ってます。でただ自民党めちゃくちゃ減るんで、その結果209議席っていうことで大きく議席を減らしますと。でこのもし与党入りする可能性がある、連立入りする可能性があるんじゃないかというふうにお話ししている国民民主党ですけれども、前回21名の立候補者ですけれども、今回は現職7名います。あるいは立候補予定者31名、ホームページに載ってますというところと、あと本部に電話して聞いてみたところ、大体40名ぐらい擁立する予定ではありますと。ただその衆議院のスケジュールもあるので、そこはもう流動的ですってことだったんですけども、もし仮に40名立候補してくるってことになれば、今回現職7名いますと。であるいは国民民主党も少し、波に乗ってるっていうところもあるので、もしかしたら30名近くぐらいまで当選してくる可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。そうなるとこの209名に合わせて、国民民主党が与党入りするということで、なんとか過半数を確保してくるっていうシナリオも考えられるんじゃないかなと。でそうなるとこの国民民主党が推している10万円給付、消費税減税っていうものも実現してくる可能性っていうのはあるんじゃないかなと。自民党が大敗するんですけど、第3党国民民主党が与党入りして、実現していくというシナリオについても考えられると思いました。でここ最近言われているもう一つのシナリオがありますと。でそれはもう自民党がこの負けて、その何て言うんでしょう、第3党を入れて、政権を確保していくなんて、そんな生優しいもんじゃなくて、もうボロボロ大敗しますよと。もう自民党が大敗して、そして、政権交代させられてしまうんだというふうな予想です。給付金の給付が早まる。どういったことかと。この4月11日に週刊文春が全選挙区に関して細かく緻密に予想を立てた結果、自民党の大敗ということを出してきました。この2021年の衆議院、あるいは2022年の参議院の得票数、それだけじゃなくて政党の今の支持率のトレンド、それから103の激戦区、ちょっと勝敗分かんないよというところについては、細かく現地取材も実施して、その結果自民党大敗するっていうふうな予想を出してきたということで、今まで政権交代まではないと思われてたんですけども、これあるぞっていうふうな形で、政権交代がある前提で今政界が動き出しているということですね。で4月22日に週刊現代が追撃法ということで、同じように緻密に立てた予想の中で、同じレベルの大敗を予想していると。でどれぐらい大敗するか、自民党公明党で過半数割れして、野党の大連立政権も可能になってしまうというところを予想してきているということですね。でこの野党の大連立政権になると、こういった給付金の給付ってその政党間の調整が難しいから実現しないんじゃないかと思いがちなんですけども、野党っていうのはもともと国民に還元する政策を政策の柱にしている、そういう政党が多いですと。っていうかほとんどですと。国民民主党は10万給付言ってます。れいわ新選組春夏秋冬10万給付したいというふうに言ってます。維新ベーシックインカム、これ後で説明しますけど、一月6万円から10万円っていうのを給付するというふうに言ってます。立憲民主党1世帯3万円給付ということで言ってます。つまり野党っていうのは総じて国民に還元するっていうふうな政策を柱にしているので、野党で協議した方がもしかしたらこの野党大連立政権になった方がもしかしたらこの給付金補助金っていうのは実現していく可能性は高いんじゃないかなというふうに思ってます。でベーシックインカムっていうのは、日本維新の会が特に推しているような政策のことで、所得制限なく性別年齢の制限もなく全国民一定額を定期的に給付しましょうと。で国民1人当たり毎月6万円とか10万円で、もし10万円ということになれば年間120万円給付するっていうふうな政策のことです。年間150兆円の予算が必要になるんですけれども、これ何も新たに150兆円、予算を用意するってことじゃなくて、
今例えば国民年金って払ってると思うんですけど、その国民年金って65歳以上になると老齢基礎年金っていって、毎月一定額は支払いますと。でその老齢基礎年金とこのベーシックインカムを一緒にして一体化して毎月6万円とか10万円とかを給付していこうと、一律で給付しましょうといったような政策のことです。ただいずれにしてもとにかく国民に還元するということを言っているのが野党なので、野党の大連立政権になった場合は、その給付っていうのが早まる可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。まさにこの週刊文春あるいは週刊現代が自民党をぶっ壊すということで、こういった自民党大敗といったようなシナリオも考えられてきましたということですね。もし9月に解散しないと自民党を離党してしまうというふうな議員まで、自民党離党ドミノまで起きるんじゃないかなというふうに思ってます。そうするとますます政権交代の可能性が高まり、そしてこの野党大連立政権になれば、給付金の給付というものが早まるという可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。いくつかのストーリーをお話しさせていただきましたけれども、この給付金の新しい情報が出ましたらまたすぐに動画でお話しさせていただきますので、チャンネル登録していただければと思います。チャンネル登録しておいていただくと新しい給付金の情報が出た時にすぐにご覧になっていただけるようになります。それは給付金に関する動画っていうのは本当にたくさんの方にご覧になっていただいてます。なのでおそらく政治家の方もご覧になっていただいているっていうパターンがめちゃくちゃ多いんじゃないかなというふうに思ってます。で本当にたくさんコメントもいただいてます。なので我々国民の声を少しでも届けて、いろんな政策実現していきたいなというふうに思ってます。政治家の方にもぜひ参考にしてもらいたいと思っているので、こういった給付金に関して賛成反対の一言だけでも構いませんので、ぜひコメントを入れていただければというふうに思ってます。我々の声を少しでも届けてこういった政策を実現していきたいなというふうに思ってます。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。